皆さんこんにちは。エルです。本日は動画をご視聴いただきありがとうございます。前回の動画では、病院で異常なしと言われる腰痛の多くが、筋肉の酸欠やストレス、姿勢の崩れから来ているという根本的なメカニズムについて解説しました。まだ見ていないという方は、詳しくは概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひそちらから確認してみてください。さて今回は実践編の第3弾として、人間関係や仕事のプレッシャーなど日々のストレスから腰痛が来ている人に特化した腰痛改善アプローチをお届けします。精神的なストレスがたまると、体を緊張させる交感神経が常に動き続けてしまうことで、無意識のうちに腰の筋肉がガチガチに固まってしまいます。さらに脳が痛みを抑えるブレーキ機能も低下するため、痛みをより強く感じやすくなるのです。この悪循環を断ち切るために、体の中から自律神経を整える食事、張り詰めた神経をリラックスさせるツボ、そして心と体の緊張を解きほぐすストレッチの3つの視点から、今日からすぐできる対策を詳しく解説していきます。それでは早速、ストレスによる腰痛を改善するための3つのアプローチを順番に解説していきます。今回も特に効果の高いものを2つずつ厳選して、その理由や正しいやり方をじっくりとお伝えします。アプローチその1、体の中から自律神経と脳をケアする食事やメニューについてです。ストレスによる腰痛を和らげるには、痛みを抑える幸せホルモンであるセロトニンの材料となるトリプトファンや、神経の興奮を鎮めてリラックスさせるギャバという栄養素を摂ることが非常に重要です。今回は火を使わずにさっと作れて、心も体もほっと落ち着く2つのレシピをご紹介します。1つ目のレシピはマグロ納豆です。幸せホルモンの材料であるトリプトファンとギャバも含まれており、筋肉の疲労を回復させるタンパク質が同時に摂れる最強の組み合わせメニューです。用意する材料は1人分です。納豆を1パック、刺身用のマグロの赤身 80g、お醤油大さじ1杯、みりん小さじ1杯。お好みでからしや刻みネギを適量用意してください。作り方の手順です。まず、マグロを1センチ角の食べやすい大きさにカットします。次に、切ったマグロをボウルに移し、お醤油とみりんを加えて軽く混ぜ合わせます。そこへ納豆を入れ、全体が馴染むようにしっかり混ぜ合わせます。最後に器に盛り付け、お好みでからしや刻みネギを乗せたら完成です。マグロの赤身にはトリプトファンとビタミン B6 が豊富に含まれており、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの生成をサポートしてくれます。また、納豆などの発酵食品は腸内環境を整えて自律神経を安定させる働きがあります。調理も簡単なので、夕食にもう一品加えたいときにおすすめです。2つ目のレシピはバナナとくるみのヨーグルトボールです。手軽に栄養補給ができ、朝食や小腹が空いたとき、または甘いものが食べたいときにぴったりのメニューです。用意する材料は1人分です。バナナ1本、くるみを約 10g 程度、ヨーグルト 200g、蜂蜜を適量用意してください。作り方の手順です。まず、バナナを食べやすい大きさにカットします。くるみは小さな袋に入れて、綿棒などで軽く叩いて砕いてください。
次に、器にヨーグルトを入れ、その上に切ったバナナと砕いたくるみを乗せます。最後に、上から蜂蜜を回しかけたら完成です。バナナには心を安定させるトリプトファンが含まれ、くるみには脳の健康維持に役立つオメガ3脂肪酸が含まれています。イライラして甘いものが欲しくなったとき、お菓子の代わりにこれを食べると心がスーッと落ち着きます。アプローチその2、呼吸の力で心の緊張を解きほぐすツボやマッサージについてです。ストレスを感じているときは体が常に戦闘モードになっています。この過剰な緊張を和らげ、リラックスモードに切り替えるためのツボを2つご紹介します。ツボを押す前の段階として絶対に忘れないでほしいのが呼吸法です。ストレスを感じているときほど人は無意識に息を止めたり呼吸が浅くなったりしています。その状態でいくらツボを強く押しても筋肉がバリアを張ってしまい、奥深くまで刺激が届きません。ツボを押すときは意識的に口からゆっくり長く息を吐くことから始めましょう。息を長く吐くことで体をリラックスさせる副交感神経が働き始め、筋肉のバリアが解けてツボの刺激がスーッと奥まで届くようになります。これを踏まえてストレス性の腰痛に効く2つのツボを押してみましょう。1つ目は足の甲にある対称です。対称は足の甲にあるツボで、ストレスによるイライラや持続的張り、不眠など張り詰めた神経を鎮めるのに非常に効果的です。場所は足の親指と人差し指の間から足首に向かって指でなぞっていくと、2本の骨が合わさる V 字の手前にくぼみがあります。そこが対称です。押し方の手順になります。座った状態で両手の親指を対称に当てます。鼻から息を吸い、口からふーっと細く長く息を吐きながら5秒間かけて痛気持ちいい強さでじわーっと押し込みます。息を吐き切ったら吸いながらゆっくり力を抜きます。これを3回繰り返してください。足元からスーッと力が抜けることで腰の力みも一緒に自然と和らいでいきます。2つ目は手首の内側にある内関です。内関は自律神経の乱れを整え、不安感や動悸、胃の不調などを和らげてくれるツボです。場所は手のひらを上にして、手首の一番上のシワから指3本分、肘側に向かったところの中央にあります。反対の親指を内関に当て、同じように鼻から息を吸って、口からふーっと息を吐きながら5秒間圧をかけます。終わったら反対の手も行いましょう。電車の中や仕事の合間でもこっそり押せるので、心がざわざわしたり落ち着かない時のお守りとして覚えておくと便利です。続いてアプローチその3、全身を脱力させて脳を休ませる運動やストレッチについてです。ストレスから来る腰痛の場合、無理に筋肉を伸ばしたり鍛えたりするのではなく、全身の力を抜くことと深い呼吸に意識を向けることが何よりも大切です。就寝前やリラックスタイムに仰向けに寝転がって行うストレッチを2つ実践しましょう。1つ目はワニのポーズと呼ばれる仰向けの状態から腰をねじる動きです。全身の力を抜いて腰から背骨にかけての緊張を優しくほどいていくストレッチです。まず
布団やマットの上に仰向けになり、両手を横に大きく広げます。右膝を立てて、鼻から息を吸って準備します。そして、口からゆっくり息を吐きながら、立てた右膝を左側の床に向かってパタンと倒します。この時、顔は右側に向けて、膝と反対の方向を見ましょう。腰から背中の筋肉が心地よくねじれているのを感じながら、全身の力をだらーんと抜いて、自然な呼吸で20秒キープします。ゆっくり戻したら、反対側も同じように行います。そうすると、深いリラックス効果で脳を休ませ、過敏になった痛みのセンサーを落ち着かせていきます。2つ目は、お腹ほぐしの深呼吸、つまり腹式呼吸です。最後は、腰の筋肉を内側から緩め、自律神経をリセットする深呼吸です。仰向けに寝たまま、両膝を立てます。両手は下腹部のおへその下あたりにそっと乗せます。鼻からゆっくり息を吸い込みながら、お腹が風船のように膨らむのを手で感じてください。次に、口からふーっと吸った時の倍の時間をかけるつもりで、細く長く息を吐き出します。お腹がぺたんこになるのを感じましょう。この深い腹式呼吸を目を閉じて5回ほど繰り返します。お腹を大きく動かすことで、体の奥にある筋肉がほぐれ、腰の緊張が自然とほどけていくのを感じられるはずです。いかがだったでしょうか。本日の内容をまとめます。人間関係や仕事のプレッシャーなど、ストレスによる腰痛を根本から和らげるためには、心と体を安心させてあげることが大切です。一つ目は食事です。マグロ納豆やバナナとくるみのヨーグルトで、幸せホルモンの材料を補給し、自律神経を内側から整えましょう。二つ目はツボです。必ず息を長く吐きながら、足の対象や手首の内側を押し、心と体をリラックスモードに切り替えて、体の過度な緊張をほどいてあげましょう。三つ目はストレッチです。仰向けのワニのポーズや深い腹式呼吸で、全身を脱力させて脳をゆっくり休ませましょう。ストレスケアは1回で完璧を目指す必要はありません。今日はマグロを食べてみよう。寝る前に深呼吸だけしようと。できることから毎日コツコツ続けることで、腰痛にならない体づくりをする一番の近道です。ぜひ、今日から取り入れてみてください。今回は、ストレスなど、心理的な要因から来る腰痛に特化したアプローチをご紹介しましたが、腰痛の引き金は、人それぞれの生活習慣や体の状態によって大きく異なります。そこで、次回の動画では、今回とはまた違った日常のサインから来る別の痛みに対して別の視点からアプローチする改善法をお届けします。あなたの日々のお悩みにさらに深く寄り添った食事やツボ、ストレッチを詳しく解説していく予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。最後に、毎日人間関係や仕事の重圧の中で頑張っている皆さん、本当にお疲れ様です。心身ともにくたくたに疲れているのに、体まで痛いとなると、やり場のない辛さや不安でいっぱいになってしまいますよね。なんで自分ばかりこんなに腰が痛いんだろうと落ち込んでしまう日もあると思います。でも、あなたの心と体は毎日本当によく頑張って耐えてきました。
痛みがつらいときは、もっと頑張らなきゃと自分を奮い立たせるのではなく、どうか無理をせず、心身を休めて、ご自身を優しくいたわってあげてください。大好きな音楽を聴いたり、温かい飲み物をゆっくり飲むだけでも、あなたの体はきっと安心を取り戻してくれます。本日の解説は以上となります。この情報が少しでも役に立ったと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押して、これからの新しい動画も見逃さないようにしてください。今回の内容を振り返ってみた感想や、皆さんのリアルな実践報告をコメント欄で教えていただけるのを、L は心から楽しみにしております。なお、本動画で紹介した内容に関する大切な免責事項や関連する動画のリンクについては、概要欄に掲載しておりますので、合わせてご確認いただけると幸いです。今日も一日、本当にお疲れ様でした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。L がお送りしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。